TCG におけるテンポという概念が分かりにくいと感じているのは自分だけでしょうか。一般的に使うテンポという単語自体の意味は、音楽、話、作業など速度を表しているようですが、そこからチェスでも用いられるようになり、さらには TCG の王道マジック・ザ・ギャザリングでも使用されるようになったそうです。個人的には TCG を徒競走などのレースに例えてみたら、テンポイコール走るペースと考えることで意外と分かりやすく理解できたので、この例えを交えながら FAB-TCG におけるテンポの性質と重要性について考察していきます。2人のランナーが1つのゴールを目指すということは、2人のプレイヤーがゲームの勝利条件を競い合うということになります。同じペースで走る2人は同じテンポでゲームをプレイしていることになります。走る距離が同じでスタートのタイミングが同時なら、同じペースで走り続ければ実際のペースに関係なく同時にゴールすることになり、引き分けとなります。ファブの場合はスタートのタイミングが先手と後手に分かれるので、この場合は先手が1ターン早く相手のライフをゼロにするので勝利にすることになります。勝敗を決めるのは相手と比較して全体平均のペースで、これが早かった方が最終的に先にゴールできます。つまり重要なのはペース自体ではなく、相手と比べたペースの差、相対速度ということになります。同様に TCG の勝敗もゲーム全体を通して見た最終的なテンポの差が判定します。ランナーが常に同じペースで走り続けることができない、しないことと同様に、FAB-TCG でもテンポは変動し続けます。これは手札の引きによる運の要素から来るテンポの変動もあれば、プレイヤーが意図的にペースを上げたり下げたりする戦略的なペース配分もあります。同じ距離を走るなら最終的に平均ペースの速いランナーが先にゴールしますが、走る距離が違えばどうでしょうか。FAB ではゲーム開始時にスタートライフが違うヒーローもいるので、その場合は同じペースだとスタートライフが低いヒーローが負けてしまいます。また、レースでは一度ペースを上げて相手に差をつけても、相手が後からペースを上げて追い抜かれることもあります。そして相手よりもペースを上げていたとしても、ついた差が大きすぎて追いつけない場合もあります。つまりある一時的にテンポを得ていたとしても、それ自体が相手より先にゴールできる、ゴールに近いというわけではないということです。テンポがFABの勝利へ向かう速度、ペース、勢いだとしたら、実際にどうやって測るのでしょうか。答えはイニング表現価値です。イニングは公式用語ではありませんが、先手と後手が互いのアクションフェーズを持つターンを終えたところを1イニングと定義します。テンポの差はイニング表現価値になります。つまり、イニング表現価値で勝っているプレイヤーがそのイニングはテンポを得ていると言えます。具体的な例として、どちらのプレイヤーが実際にテンポを得たのか分かりにくい、相手のターンも使って攻撃や妨害をするウィザードクラスデッキを使った一戦のイニング表現価値の差をグラフにしてみました。ワールドチャンピオンシップ決勝のハミルトンのアイスランダー対イヤーリー氏のブライヤー戦です。互いのライフは着々に減っていくものの、ゲームは終始ハミルトンがコントロールしているというような発言をキャスターがしていました。テンポグラフを見るとゲームの流れが伝わってきます。ハミルトンはゲーム開始の2イニングで合わせて13点分のテンポを得ます。第3イニングではアグロブライヤーデッキのキーカードチャンネルマウントヒロイックが登場します。このイニングではテンポを奪われますが、すぐに次のイニングで取り返します。チャンネルマウントヒロイックを使ったターンが鍵となるはずだったのですが、見事にハミルトンが抑え切って結果的に8点分のテンポの差を残したまま、以降はお互いに大きなテンポを得ることもなく、着々とお互いのライフは減っていきます。そして最後はアイスランダーのストームストライダーを使用した7点アーケンダメージで相手のターン中にゲームが終了しました。実際に終始ハミルトンがゲームをコントロールしていたということがテンポグラフに反映されています。それぞれのデッキにはテンポを得るべきタイミングと自分なりのテンポの取得方法があります。ファブの試合とはお互いが自分の思い通りにテンポを得て、相手がテンポを得たいときにそのテンポの取得をなるべく妨害する、テンポの取り合いと言えます。つまり、テンポを理解するということは、デッキのプレイスタイルを理解するということです。では実際にどうやってテンポを意図的に取得するのでしょうか。大きく分けて3種類の方法に分類できます。最も典型的な方法が、ライフをリソースとして扱う方法です。自分の手札が相手に与えることのできるダメージが
自分が受けるダメージよりも価値があると判断したときに、ブロックを使用せずに手札を自分のターンまで温存します。結果的にダメージを受けるのでライフを削ることになりますが、自分の攻撃のターンに温存したカードでそれ以上のダメージを与えられればテンポを得たことになります。具体的な例を見てみましょう。2022年ワールドチャンピオンシップ準決勝第2試合、アグロ同士のファイ対ブライヤーの一戦です。ブライヤープレイヤーは先手でコンボターンの鍵となるチャンネルマウントヒロイックを設置できたのは理想的なスタートでした。ファイマスターは次のターンで大きなテンポを取りに来るブライヤープレイヤーによるブロックはないと判断。つまり、この最初のラウンドは確実にテンポが得られるので、なるべく多いダメージを与えようと、エンライトンドストライクにはドローカード効果をつけ、最初のターンながらもスナップドラゴンスケーラーを使用してゴーアゲインを追加した全力攻撃を行いました。手札にフォースオブネイチャーを持っていたブライヤープレイヤーは、どれだけのダメージを受けても自分の方がより大きなダメージを与えられると確信してノーカードブロックで手札は全て温存。1ラウンド目からいきなり15点のダメージを受けてライフを25としました。このラウンドでテンポを得たのはファイプレイヤーでした。しかし続くブライヤーのターン、使用可能な装備も全て使用した全力攻撃。最終的になんと合計44点分のダメージをファイに提示。ファイプレイヤーはオンヒットドロー効果を防ぐためにブロックも半強要され、装備も複数失い、ライフも40から一気に9点に。ブライヤープレイヤーは2ラウンド目では1ラウンド目に失ったテンポとは比較にならないほどの圧倒的なテンポを得ました。試合はそのままブライヤープレイヤーが一方的に勝利しました。もしブライヤーがファイの最初のターンでライフを優先してブロックに手札を割いていたら結果は違ったかもしれません。もう一つの頻繁に使用される方法はカードアドバンテージを使ったテンポの取得です。アーセナルを使用することで通常4枚の手札を5枚手札のターンに変えることができます。一見すると通常は平均カード1枚3点の平均表現価値を一つのターンから別のターンに移すだけで得られるテンポは大したことないように思えるかもしれません。しかし、シナジーやコンボは成り立っている場合は、その効果は絶大になります。他の2つの方法は、自分のテンポを上げて相手を引き離す手段でした。それに対して、相手のテンポを失わせることで、結果的にゲーム全体を通して見たときに自分がテンポを得ていることになる方法もあります。この方法はカードやシナジーを使用します。注意しなくてはいけないのは、これらの方法はあくまで自分の思うようにテンポをコントロールしようとしているだけで、相手も同じようにテンポを得ようとしたり、妨害してくるので、必ずしも自分がテンポを取れるとは限りません。時にはタイミング、読みを誤って無理にテンポを取ろうとして失敗すると、逆に相手に予想以上の大きなテンポを与えてしまうこともあります。ファブのテンポはイニングの表現価値。イニング表現価値の差で勝っているプレイヤーが、そのイニングではテンポを得ている。自分のディフェンスターンでプレイヤーは頻繁にテンポとライフのどちらを維持するか、相手に譲るかを選択することになる。それぞれのデッキのテンポの取得法を理解する。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。